カリッと感を持続させてもらえるので、はじめまして、代々木上原にある、初代割烹高橋の店主高橋豊和と申します。よろしくお願いします。今日はご自宅で簡単にできる鶏の唐揚げをご紹介させていただきます。では早速始めていきます。まず鶏を購入していただいて、一口大にカットしていただきます。で味付けを、していきます。こういう袋があれば簡単にできますので、こちらに鶏肉を入れていきます。でその時に家で、割り箸があれば、食中毒がちょっと怖いので、手をなるべく使わないように鶏肉に触れて袋に入れてください。でこの中に、調味料を入れていきます。水、お酒、醤油、で生姜ですね、すりおろした。これをまず入れます。で味がなじむように少ししっかり混ぜてあげて、生姜や調味料が、しっかり混ざったら少し空気を抜くような感じでしっかり締めて、こんな感じで10分ほど、なじませてください。揚げる、粉を作っていきます。まず米粉、片栗粉、あと小麦粉ですね。小麦粉はカリッとさしたくて、片栗粉はふわっとで、米粉が、カリッと感を持続させてもらえるので、3種類今回ブレンドしました。しっかりこれを混ぜてあげてください。いろいろ試してみたんですけど、簡単でしかも、カリッと感が持続するのがこの1対1対1が、一番、簡単だし唐揚げに向いてると思ってこの割合にしました。で冷蔵庫で保存が可能なので、こういうふうにタッパーに入れて蓋して保存しておいてください。そうすると何回も使えます。で次に先ほどの、味がなじんだ鶏肉に、粉をつけていきます。ここでちょっと出汁を切るような感じでもうそのまま粉の上にのせてください。でここで皮のところも身のところもついてないところがないようにしっかりと粉をつけてあげてください。でつけてからすぐ揚げるよりも粉をつけて、2分ぐらい置いておいてあげるとよりカリッと感が増します。少量だとやっぱついてるところがあったりつかないところがあったりしてカリッと感が弱いので、このぐらいやっぱりたっぷり用意していただいて、で冷蔵庫に入れとけば日持ちしますので、蓋して冷蔵庫で持っておけばすぐ唐揚げも作れるので、その方がおすすめです。で、2分ぐらい置いておいてもらえれば、よりカリッと仕上がります。では揚げていきます。でサラダ油を、約170度に、
まず温度を上げてください。でちょっとどのぐらいが目安かっていうのでちょっとやってみるんですけど、小麦粉に水を溶いたものをこう落としていくと下に落ちてすぐ上がってくるぐらいがだいたい170度ぐらいですので、そのぐらいまで上げてあげます。あんまり弱い油でじわじわ揚げてると衣が剥がれてきますので、温度上がってきましたので、揚げてきます。このぐらいの音ですね。ちょうどいいと思います。いろいろ試したんですけど、5分しっかり揚げれば中までしっかり火が入ってますので、一つの目安として5分タイマーを打ってあげてください。ちょっとひっついてるところがあったら少しちょっと剥がしてあげるぐらいで、もうガチャガチャ触らなくていいと思うので、中の水分が抜けてきてるので細かい泡が上に浮いてきてるんですけど、5分ぐらいになるともう泡もほとんど出なくなってきますので、それがまず目安と、気になるようだったら僕はもう半分に1回切って中をしっかり見てもらった方が、お弁当とかで持っていくのは安心なので、それをおすすめしてます。油の量がはい、どれぐらいを目安にしたら一番頭が出ないぐらいですかね。油の量が少ないと、一気に温度が下がってしまうので、鍋の大きさにもよるんですけど、理想は3分の1ぐらいの量がいいと思うんですけど、そうすると物体を入れても温度が急激に下がらないので、安定してその170度を保ててしっかり揚げ上がりもいいと思うので、あまりにも量が少ないとやっぱり温度が下がってカリッと感がなくなってしまうので、そうですね、油に対して物体が3分の1とかそれが限界で、それを何回もやる方が効率はいいと思います。逆にもう油も中のこの泡もそんなに出なくなってきますね。これで上がってないってことはもうほとんどないので、油をしっかり切っていただいて、鍋の大きさとか油の量にもよるので、気になる方は必ず真ん中をしっかり切ってあげて確かめてあげれば火が入ってないってことはないと思うので、そこだけ気をつけてください。これはかなり早いやり方で作ったんですが、前日に仕込んで、おいて朝すぐ揚げるとか、いうこともできますし、より味が馴染んで、カリッと仕上がる方法も ありまして、さっきは10分つけたんですけど、これは2時間タレ漬けして一晩粉をつけた状態なんですけど、この方が、よりカリッと感が上がりますし、前日に仕込めるので朝からすぐ揚げていけるっていう利点があるので、これも一緒にちょっと揚げていきます。冷凍しておいたのも試したんですけど、それもカリッとなりましたので、本当に時間がない時は仕込み置きしといて、朝で他の料理との兼ね合い見ながら冷凍したものを冷凍のまま揚げていってもできますので、それも合わせてやってみてください。
ちょっと一晩置いてるので、さっきのよりは少し醤油っぽい感じはついてますけど、カリッと感はこっちの方がカリッと仕上がってます。一晩つけとくんですね。こちらで完成です。すぐできる、唐揚げの方も美味しいですが、一晩置いたものもかなりカリッと揚がりますので、どちらもちょっと試してみてください。ありがとうございます。高橋さん、すみません、いただきます。あ、どうぞ。漬け時間がすごい短いのに、こんなに味が染みるんですね。そうですね。いっぱい試した揚げ時間の中で、一番組み合わせと揚げ時間のベストだったのが5分っていう。そうですね。いや、これ冷めても美味しいですね。焼きたてももちろん美味しいんでしょうけど、短時間つけた方でも皮がパリパリしてるのに、ちょっと一晩つけたのにちょっといただきます。漬け込んだ時間が長かったので、なんかもうちょっと濃いというか、味が強いのかなと思ったんですけど、そんなことなくて、しょっぱい味ですね。そうですね。疲れすぎるってことはないですね。試してます。でも10分で漬けたものとやっぱり違いますけど、皮もまた揚げれがいいというか、パリパリじゃないですか。ご紹介でどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。